いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。海は生命の源であり、様々な進化を遂げた生物たちが実に多様で豊かな世界を作っています。その最大の功労者が潮石です。日々繰り返される干満の恩恵は計り知れないものがあります。釣りの上達のヒントにもなる潮石の働きを見ていきましょう。本日の結論です。潮石という自然現象は単なる水位の変動ではありません。本日の目次です。あらゆる生命の源は海。生命を支える潮石の働き。驚異的な干潟の再生力。生物の生殖と潮石の不思議な関係。潮石を利用して成長する稚魚。それでは順に見ていきましょう。あらゆる生命の源は海。海という言葉は海につながるとも言われ、太古最初の生命はここで産声を上げました。そして私たちも食物を筆頭に生命を維持し生活を続けるための多くのものを海から得てきました。さて、この地球上から潮石がなくなったらどうなるのでしょうか。残念ですが、そこには非常に単調で多様性に乏しい世界が広がることになります。海面が規則正しく上がったり下がったりするという現象は、私たちの想像以上に大きな影響を生物たちに与えているのです。例えば、磯の潮間帯、潮位に応じて陸になったり海中になったりする部分では、潮位が変化する時間帯に数センチ刻みで水位が刻々と変わっていきます。すると、様々な生物がそれに対応し、ごく微妙な水深差で住み分けるようになり、非常に多様性に富んだ世界がそこに現れます。つまり、沿岸部にたくさんの種類の生物を育む環境を作り上げている最大の功労者が潮石であり、言い換えれば潮石に適用でき利用することに長けた精鋭たちが現在の地球上に生き残っているのです。他に類を見ない日本沿岸の多様性の豊かさ、バラエティさはまさに潮石の端緒と言えるでしょう。次に、潮石が生み出す環境がどれくらい変化に富んでいるかを考えてみましょう。象徴的なのは岩場や磯場ですが、関東周辺を例にとれば、その潮位差は2メートルくらいあります。この差は生物の生活環境として考えると、陸上の3000メートルの標高差に匹敵すると言われています。これは東京湾の水辺から富士山の頂上近くにもなり、そこには気候も環境も全く異なった別世界が広がっています。皇居付近の動物と富士山の高山植物がこの範囲に同居しているようなものといえば、その凄さがわかると思います。生命を支える潮石の働き。潮石の役割のうち、海の生物にとって何よりも重要なものは、餌や栄養などの運搬です。海と陸上の生物を比べたとき、最も大きな違いの一つが、海にはイソギンチャクやサンゴのように、ほとんど動かずに生活している動物がたくさんいるということです。しかし、これこそが潮石の恩恵そのものなのです。一箇所でじっとしていて、水に運ばれてくる餌を待っていればいい。これは陸上動物では考えられないことで、餌を待って動かずにいたら餓死してしまうに違いありません。ナメクジやカタツムリですら餌を求めて移動しているし、餌を求めて必死に動き回っても餌を取れず生存競争に負けてしまうのが日常茶飯事の世界です。それが海中だと、動物でも植物のような生活スタイルが成立してしまうのは潮石があってこそなのです。もちろん運んでくるのは餌だけではありません。生存に不可欠な酸素も潮石が豊富に供給してくれます。生物にとってこんなパラダイスはありません。黙っていても水のベルトコンベヤーが餌と酸素を運んできてくれます。これが潮石というシステムの本質であり、方向を変える水の動きが必ず1日に何回かあるということが、陸上では考えられない生命の形を生み出しているのです。海の生物でこういった潮石の恩恵を最大に受けているのがベントス、低生動物で、干潟の貝などがその代表です。海底に潜って水管を出し、水を吸ったり吐いたりするだけで生活している仲間です。肥沃な干潟などでは4畳半ほどの面積に人間1人分くらいの重量の貝が生息していることもあります。
もちろん淡水にも貝類はいますが、海ほどの生物的な密集はなく、潮汐による水の動きがなければ、海でさえ限られた範囲にこれだけの量の生物を育むことは難しいです。こうして潮汐の働きを考えてくると、地球の歴史上、潮汐で守られていた海の生命が陸上へ進出するには非常に大きな困難が存在していたことになります。エラ呼吸から肺呼吸に進化するだけではなく、生命を維持する上でのエネルギーの獲得システム、つまり餌の摂取方法を一変させなければならなかったからです。驚異的な干潟の再生力。潮汐の働きは経済に似ています。例えば市場に何兆円のお金があったとしても、それが誰にも使われずに世の中を動かなければ意味がありません。経済が全く成長しないのであり、生物界を循環しているエネルギーにも同じことが言えます。その基本は太陽光です。それを植物が炭水化物に変え、動物が食することで生物界を巡っていくわけです。その動きをより活発化しているのが潮汐で、ほぼ強制的に水や物が動くことによりダイナミックに促進させていきます。地球上に降り注ぐエネルギーの源である太陽の輻射は、陸上でも海辺でもそうは変わらないのですが、それを効率的に生物の体内に取り込ませるという装置として、また太陽のエネルギーを生物という形に転換させるシステムとして、干潟や磯の長管帯は非常に優れています。地球上で最も生産力の高い場所といってもよく、これらは潮汐が生み出す環境の一つです。干潟の大きな特徴は、一日のうちで必ず陸地になったり海になったりすることで、広範囲に水が完全に入れ替わるという点にあります。水が完全に更新されるということは、いろいろなものが溜まって沈滞せずに、よどみもなくなり、常に新鮮で活性の高い生活環境が生み出されるということを意味しています。先ほどの市場の経済活動におけるお金の動きに似ていることがわかるでしょうか。また、栄養や酸素を運んでくるということは、海の生物の均一化にも役立っています。本来、自然界は非常に偏った環境で、あるところにはある、ないところにはないといったことが珍しくありません。例えば、栄養分も河口部周辺には潤沢にあるのに、数百メートル離れただけで足りないような不均衡な状況が普通に存在します。あるエリアでは利用しきれずに余剰分となってしまうのに、別のエリアでは枯渇しているような成分が潮汐で運ばれたり薄められたりすると、広く有効に活用できるのです。つまり潮汐がなければ、この広い地球上で生物が生活できる場所がもっと限られていたに違いありません。地球上の限られた資源を有効に生かすという点でも、潮汐の功績は計り知れないのです。潮汐の影響は深海にもあると考えられており、大陸棚と呼ばれる水深200メートルくらいまでの範囲に関しては立証されていますが、それ以上の深度に関してはこれからの研究が待たれています。生物の生殖と潮汐の不思議な関係。潮汐は生物の子孫を残すという点でも大きな働きをしています。貝やサンゴのように動かない生物が子孫をきちんと残して繁栄していけるのは、潮汐をうまく利用しているからです。世代をつなげていくには、より生息に適した場所で子孫を育んだり、何か大きな天変地異が起こっても、そのリスクを分散するために広範囲に子孫を散らす必要があります。ある限られた場所にしか子孫を残さなければ、その環境が激変したり、生息や成長に合わなくなった場合、種は絶滅します。一方で、広範囲に分散させておけば、他のエリアで子孫を残すことができるでしょう。移動能力に劣る彼らは、子孫の分散を潮汐に助けてもらっているのです。しかし、依存度の差こそあれ、移動能力が高い魚類などでも、子孫を残すために潮汐を利用するという原則は変わりません。産み放された卵はもちろん、遊泳力が乏しい幼生や仔魚をどうやってこの広い海に広げていくのでしょうか。それもまさに潮汐あってこそなのです。大多数の海の生物が大潮に同調して産卵を行う理由もここにあります。逆に言えば、
卵や稚魚の拡散に潮汐をうまく利用したものが生き残り、利用できなかったものは消えていったということです。ただし、これは産卵後に水中を漂う浮遊卵を生む種の場合であって、岩や水草などに付着して孵化を待つ沈静付着卵を生む種では潮汐に同調しないものも多いです。大潮の産卵はまさに海中の一大イベントです。あちらこちらで一斉に産卵が行われています。大潮を利用する魚としてはクサフグがよく知られており、彼らは非常に緻密な生殖の戦略を持っています。大潮のそれも水位が一番高い時間帯に産卵するのです。これは捕食者に卵を食われないための知恵です。普段は陸地となる潮が引いたら干上がってしまう場所にあえて卵を産んでしまおうという作戦です。卵の捕食者の多くは水中の生物のため、そういったライバルが来られないような場所で産卵すれば食われるリスクを軽減できます。大気にさらされてしまうリスクと捕食者から逃れるメリットを両天秤にかけて産卵するわけですが、ここでクサフグはもう一つの戦略を展開します。彼らは水位が高くなった波打ち際で、かつその背後には地下水が湧き出る崖を持っている場所を選んでいるのです。そのため潮が引くと一見干上がって乾いてしまったように見えても、ちょっと掘ると十分な水気があります。三浦半島の小網代などでも以前はクサフグの大規模な産卵を見ることができました。5月から6月の大潮、おびただしい数のクサフグが岸に押し寄せてきます。それはまさに海の神秘です。産んだ場所はやはり大潮で、最も潮位が高い時の波打ち際ですが、ここも少し掘ってみると地下水が地表近くまで来ていました。もちろん淡水ですが、卵は海水濃度が 20% くらいまで薄まっても問題ありません。発がん卵になってしまえば、カラカラに干からびてしまわない限り、孵化に向かって発生が進んでいくのです。潮汐に乗せて広範囲に子孫を分散させ、生存の可能性を高める戦略と、潮汐を利用し、卵自体を捕食者から逃がそうとする戦略の他に、便乗型というスタイルを取る生き物もいます。つまり、多くの生物の産卵が集中する大潮に産卵することで、単独で産卵するよりも捕食される可能性を抑えるという作戦です。多勢に紛れるという要領のいい方法です。一方、干潮を利用している魚はほとんどいませんが、しけを産卵に利用しているグループはあります。その一つがスズキで、潮汐と違って予想がしにくいしけに合わせて産卵しているようなのです。貝の中でもアワビとかサザエのように岩に張り付いている種類はしけに狙いを定めて産卵しています。その理由は潮汐の場合と同じで、水の動きが大きい時にそれに卵を乗せた方が広く分散させられるからです。潮汐を利用して成長する稚魚。孵化した後もさらにいろいろな環境に散らした方がリスクを減らせるのは言うまでもありません。もちろん広範囲に散っていった中には無駄打ちもあります。例えば熱帯魚がたまたま寒いエリアに流されてしまうケースです。暖流に乗って東京湾に入ってきてしまった魚が冬を越せずに死滅するのはこの例です。最近では発電所や工場などの温排水周辺にとどまり、そのまま成長する魚もいるようですが、基本的に世代をつなぐことはできません。しかし、そのデメリットがあっても、わずかなメリットを求めるのが生物の原則です。一網打尽や全滅よりも、どこかで細々と生き延びる可能性に欠けます。そんな戦略を取らなかった種は、長い年月の間に滅亡することになります。現在繁栄している生物を見てみると、基本的にはたくさん産んで潮汐に乗せて広く散らす種が多いようです。潮汐によって生まれる岩場の長管体や干潟は稚魚にとっても非常に大きな意味を持っています。潮が引くとひたひたになってしまうような浅場は大きな捕食者がやってくることができないのです。クサフグが大潮の水際で卵を産むのと同じ理由です。稚魚の時代には餌を取って生きていけるメリットと捕食者に食われるリスクのバランスで生活場所が決まるのですが、その意味で長管体や干潟は実に釣り合いの取れた公的な場所なのです。マグロなど外洋を広範囲に回遊している魚は産卵や稚魚の時代に沿岸の潮汐を利用している兆候がありません。
その一方で、日本の遥か南の深海におけるウナギの産卵が大潮に同調していることが分かって話題になっています。2010年に初めて自然環境におけるウナギの受精卵が発見されたのですが、調査の結果、大潮に産卵したものであることが判明したのです。研究施設での産卵飼育から産卵後の時間経過と卵活の進行のデータは得られているので、発見された卵の卵活の状態から産卵後どれくらい経っているのかを遡ることができるのです。産卵場所は陸から遠く離れた深海で、海中に富士山がそそり立っているような海山と呼ばれるエリアです。海辺のように潮汐が水位や流れに明確な影響を与えるとは思えませんが、そんなところで産卵する魚までもが大潮に同調しているという事実に改めて驚かされます。現代の社会で潮汐と最も深く関わっているのは言うまでもなく漁師の方々です。例えば我が国で潮位差が最も大きい有明海。大潮の干潮になると船が陸に乗り上げてしまうので、船による漁が不可能になりますが、小潮であればさほどの潮位差ではないので出漁できるようになります。そこまで極端ではないとしても、漁師は潮汐とうまく付き合う術を実によく知っています。釣り人は限られた休日を楽しもうと一日中釣りをする人も少なくありませんが、漁師には潮が止まった時間帯などは船の上で寝ている方も多いし、船を帰港させて網の修理など陸の仕事に向かってしまうことも珍しくありません。大潮の一番潮が動く時間帯の彼らの生き生きとした姿は、その可能性の高さを表しているのです。いかがだったでしょうか。潮が満ちては引き、また満ちる。この何でもないような日々の繰り返しの中に、海の命は息継ぎ、悠久の時を超えてその営みを続けてきました。潮汐という自然現象は単なる水位の変動ではありません。それは命を育み、運び、守り、そして次の世代へとつなぐ見えざる力そのものです。そして私たち人間はまた、この大いなる潮の流れの中に生きています。海から食を得て自然の恩恵に感謝し、時に釣り糸を垂らして海と対話し、潮の動きから学びを得る。もしも潮汐という営みがなかったならば、私たちは今目の前に広がるこの美しく豊かな海の姿を見ることも、そこに息づく多様な命と触れ合うこともできなかったでしょう。だからこそ私たち釣り人もまた、この潮汐のリズムに耳を澄ませ、海とのつながりを改めて感じる必要があるのではないでしょうか。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。次回は潮汐と釣り、様々な生命の形を支える潮汐へと続きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。